自分の本当の望みを知る4つの手順。はい、人生学校です。いきなりですが、あなたは自分に質問をすることってありますか？いやいや、自分に質問する人ってやばくない？と正直思いますよね。ですがこれ大きな間違いで、むしろ自分に質問するだけでいいんです。なぜかというと、全ての答えは自分の中にあるからです。ぶっちゃけこれさえやっていれば、全ての問題解決ができて、自分の本当の望みがわかるようになります。たった10分15分の動画で真の自分自身になって、本当の望みが叶えられるように、自分の本当の望みを知る究極の4つの手順としてまとめてみました。では楽しんでいきましょう。質問は人生を変えるの究極のまとめです。著者の質問家である松田美弘さん自身が劇的に人生が変わり、そして5000人に伝授したというめちゃめちゃ価値のある魔法の質問メソッドを教えてくださっています。では早速結論からいきましょう。真の自分自身になって自分の本当の望みを知るための究極の4つの手順とは何ですかというと、それは1つ目、何を？ 2 つ目、本当に？ 3 つ目、それで？ 4 つ目、どうすれば？です。めちゃめちゃ大事な究極の結論ですので、もう一度。何を？本当に？それで？どうすれば？です。この順番がとても大事なんですね。具体的に言うとどういうことですかというと、例えばあなたが目標を実現したい場合はこのようになります。1つ目、あなたは何をしたいですか？ 2 つ目、あなたはそれを本当にやりたいですか？ 3 つ目、それで何から始めますか？ 4 つ目、どのようにすればできそうですか？です。もしあなたが今ある問題を解決したい場合はこのようになります。1つ目、何が問題だと思いますか？2つ目、その問題を本当に解決したいと思いますか？3つ目、その問題が解決したらどんな風に良くなりそうですか？4つ目、その問題はどのようにすれば解決できそうですか？です。2つ目の質問、あなたはそれを本当にやりたいですか？や、その問題を本当に解決したいと思いますかと聞いたとき、本当はやりたくない、本当に解決したいとは思っていないという答えになった場合だけ、なぜ本当にやりたくないのですか？なぜその問題を本当に解決したいと思わないのですか？という追加の質問をします。そしてまた最初の1つ目の質問からやり直します。イメージ湧きますかね？この質問の方法めちゃめちゃ本質ですので、ぜひこの動画を止めながら自分に質問していただきたいです。それぐらい大事な質問です。おそらく1回動画を聞くだけでは脳に入らないはずですので、真の自分自身が分かって本当の自分の望みを知りたい場合は、この動画をおそらく5回ほど聞くだけで自分に対して質問ができるはずですので、繰り返し聞いてみるのをお勧めします。そしてこれからお伝えする3つを学べると、さらに実践で間違いなく使いこなせるようになります。それは何ですかというと、1、テクニックよりもあり方が大事。2、魔法の質問、3つのルール。3、質問力がつくと何でも手に入るです。それぞれ簡単に説明していきますね。1、テクニックよりもあり方が大事。4つの魔法の質問はテクニックに当たりますが、実は本当に大事なのはテクニックではないと言います。なぜかというと、どのような心持ちで質問するかで大きく結果が変わってしまうからです。例えば、質問をする上司がイライラして相手を責めるような口調で、どのようにしたらうまくいくと思うんだと質問したとします。すると出てくる答えって穏やかに質問した時とは変わってきてしまいますよね。だからこそ質問する時の心持ちが大事なんですね。2、魔法の質問3つのルール。この3つのルールめちゃめちゃ大事ですので覚えておいてくださいね。早速結論から。1、答えは全て正解。2、答えは出なくても正解。3、答えは全て受け止めるです。実際に自分に質問してみるとわかりますが、答えが出ないこともあるでしょう。それに出てきた答えを否定してしまうと辛くなってしまうかもしれません。それに答えは一つではないかもしれません。どんな答えも柔軟に受け入れる優しい気持ちで取り組むことが大事なんですね。3、質問力がつくと何でも手に入る。
著者の松田美弘さんは、今では実際に実現したいと思ったことはほとんど実現できるようになったと言います。ですが以前は自分が何が欲しいのか、どう手に入れたらいいのか全くわからなかったそうです。例えばですが、仕事がうまくいったらいいな、もっと豊かになったらいいな、幸せな家庭であり続けたいな、など誰もが口にしそうな一般的な欲しいものはなんとなくこれわかりますよね。ですが本当に自分がそれを欲しているかどうかはわからないわけです。欲しいと思ったきっかけが、周りの人が同じようなことを言っていて一時的に欲しいと思っているだけかもしれないんです。だからこそ自分に質問をして深掘りする必要があるんですね。いやいや、私は本当に欲しいものが分かっていますよ。でもなかなかまだ望む結果を出せていないんですよね。こういう時はどうしたらいいんですかというと、それは一番のおすすめはこの本、質問は人生を変えるを読むことです。いやいや、教えてもらえないのかいとなると思いますので、人生学校的結果を出すための究極の3つの質問としてさらにまとめてみます。それは何ですかというと、1つ目、センスを磨くために何をしますか？ 2 つ目、今を大事にするためにできることは何ですか？ 3 つ目、経験をするために何から取り組みますか？です。これから結果を出すためにめちゃめちゃ大事な部分ですので、もう一度。1つ目、センスを磨くために何をしますか？2つ目、今を大事にするためにできることは何ですか？3つ目、経験をするために何から取り組みますか？です。それぞれ簡単に説明しておきますね。1つ目のセンスを磨くために何をしますかについて、ちなみに技術はないよりあった方がいいですよね。ですが、その技術を使いこなすセンスがなければ持っていないに等しいと松田美弘さんは言います。ついついあれもできたらいい、これもできたらいいと思って資格を取ったり技術を身につけたりすることってありますよね。もちろん技術を身につけることは大切なのですが、もっと大切なのは技術を活かすためのセンスを磨くことなんですね。例えば松田美弘さんは小学生の頃、お母さんに連れられてよく美術館に行っていたそうです。絵を描く才能もないし好きでもないのに何度も連れて行かれたそうです。その時にお母さんはこう言ったのですね。よくわからなくてもたくさん絵を見ているうちにセンスが磨かれるのよ。学んだり勉強したりしなくてもたくさん触れることで磨かれるという言葉が、大人になった松田さんが今でも覚えているくらい衝撃的な言葉だったそうです。これ YouTube の動画でも同じだと思うのですよね。1回ではなく何度も触れる。これってめちゃめちゃ本質だと思います。だからこそセンスを磨くために何をしますかという質問を自分にすることが大事なのです。2つ目のそのために今できることは何ですかについて、大きな目標を立てることは大切って聞いたことありますよね。ですがそれが大きなプレッシャーになって行動ができなくなってしまうのでは意味がありませんよね。例えばあなたが英語を話せるようになって世界で仕事をするという目標を立てたとします。ですが具体的に何から手をつけていいのかわからなくて全然前に進まないということにもなりかねません。そんな時どうしたらいいか簡単です。それは何かというとたった2つです。1つ目、目標を具体的にする。2つ目、やることを1つにするです。英語を話せるようになって世界で仕事をするという目標は、英語を話せると言っても一体どのレベルなのかがわかりませんし、世界でと言っても具体的にどこの国なのかもわかりません。仕事をするというのも具体的にどんな仕事なのか具体的には想像できませんよね。そこで目標を具体的にしてやることを一つにするための究極の質問が、そのために今できることは何ですかなんですね。一つの目安としては今から30分でできることです。そのために今できることは何ですかという質問をして実践を何度も積み重ねていくと、やがてそれが結果につながります。今できる小さなたった一つだけを積み重ねる。これこそが結果を出すための最短コースなのです。3つ目の経験をするために何から取り組みますかについて、
ついついこの動画さえ見ていれば大丈夫と思ってしまいがちですよね。ですが実際は見て学んだり覚えたりすることよりもやってみることが何よりも大事なんですね。つまりは実践です。例えばゴルフを上達したいと思った時はレッスンの本を読んでポイントを覚えたとしてもそれだけでは上手くなりません。知識を得たらすぐに実践して経験を重ねていくことが必要です。今日も十分学んだから実践は後にしよう。これが一番もったいないわけです。つまりはアウトプットこそが一番大事なんです。つまり動画でいい質問を知ることよりも実際に自分に質問して答えを書いてみる。これがめちゃめちゃ大事なんです。そのために今できる最も簡単な方法が動画を5回程度聞く。これが一番シンプルで実践につなげるための本質ではないかなと人生学校的には勝手に結論付けました。いやー、動画を何回も見てほしいから言ってるだけでしょと思いますよね。そうじゃないんです。ちなみに本も同じですからね。いい本は何度も読むことで初めて実践できるようになります。この動画に限らず、これだという動画や本を見つけたときは5回以上繰り返すことを強くお勧めします。なぜなら実践できている多くの人が何度も繰り返し聞いているからです。たった5回聞くだけで気づいたら実践している自分に出会えるはずです。知らんけど。はい。ということで、今回は松田美弘さん、質問は人生を変えるの究極のまとめ、いかがでしたか？アウトプットして脳にスイッチを入れて学びを深くするために高評価、低評価、一言コメントする習慣を作ることもおすすめします。この本は松田さんがめちゃめちゃエネルギーをかけて書かれていることが感じられました。というのもそれぞれの大事な質問についてさらに深掘りして本当の自分を見つけていくための質問がわかりやすく順序を追って書かれているからです。本気で真の自分自身を知って自分の本当の望みを知りたいと感じる場合はぜひ手に取って読まれることをお勧めします。そして人生学校ラインでは潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの経済的豊かさ、精神的豊かさを実現できるようになるためのとっておきの無料情報を不定期でお届けします。楽しみにお待ちくださいね。人生学校ラインのリンクを動画の下にある概要欄とコメント欄に入れておきますね。さらに深く学んでみたいというあなたのために質問は人生を変える人生学校的超実践編もご用意してみました。名誉メンバー限定でお届けします。名誉メンバーでは今回の超実践編だけでなく人生学校が3000万円自己投資をして学んだめちゃめちゃ濃い動画160本以上がたった本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。 YouTube さんのシステム上もしかしたら見られるのが6月末までになる可能性がありますがめちゃめちゃお得ですので一度試されることをお勧めします。7月以降名誉メンバーの形が変わるからです。詳しくはこちらの動画でご覧いただけます。あなたは自分に質問することで本当に望んでいる未来を手に入れることができるようになります。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。